最後になりましたけれども、増田先生にお願いしたいと思います。増田先生、いろいろ子どもさん相手に実験指導みたいなことを、やってられますので、よろしくお願いします。はい、最後なんですけども、私静岡県立大学食品栄養科学の増田が、話させています。今回はですね、子どもの実験指導経験から見た子ども能力ということで、改めてどれくらい小さい子を指導したかって、大体1000人くらいですかね、延べ1000人くらいを今まで指導してるかなと思いました。で、そのような経験からですね、どういうことが子どもの能力であるかが分かっていたということで、述べさせたいと思います。これちょっと先ほどお話ありましたよね。STEAM 教育ってありましたかね、なかったですかね。これは文部科学省が推奨している、教育でして、この頭文字を取っているんですけど、サイエンス、科学、テクノロジー、技術ですね。あと工学ものづくり、エンジニアリングの E、あとはアート、芸術教養のアート A ですね。あとは、マスマティックスの数学と、こういうような、教育を STEAM 教育といいまして、これらを横断的に学んだ方がいいという形で文部科学省では推奨されていると。で、これ想像力や創造的な方法によって問題解決を図ることができる人材育成に力を入れると、そういうような教育方針がこの STEAM 教育ということになっています。で、子どもの理系能力というものがありまして、いくつかあるんですけど、まず最初にですね、物事を論理的に考える能力、論理的思考力というのが、重要になっています。問題を分析して、筋道を立てて整理する。さまざまな情報や状況を客観的に捉える。また論理的なアプローチで課題に取り組むというような能力でして、そうすることによって課題の解決に必要な要素を抽出するとか、あるいはいろんなことの関連性を考慮しながら順序立ててもう解決すると、こういうような能力があります。2つ目は問題を発見する能力、あるいは問題を解決能力というもので、物事を徹底的に分析する、あるいは潜在的な問題点を素早く発見すると、そういうような能力です。で、そういうような能力によって問題点やミスの要因を探索したりとか、あるいは問題点を特定して改善策を考案すると、または問題解決するためのそのアプローチをするというようなものがこのような能力になっています。3つ目はいろんな数値を用いてですね、定量的に考える能力。数値やデータを用いて、問題を解析する、あるいは数値やデータを用いて情報を分析すると、そういう能力でして、それらの能力を用いて与えられた数値、あるいは数式を分析する、問題の本質を定量的に理解する、またデータの解釈に数値を重視すると、または結果をグラフや表などに表現すると、そういうような能力があります。4つ目はですね、これ私もあれなんですけど、感情よりもですね、論理を優先する能力ですね。感情に左右されない、これ例えば嫌いな人のデータに反対しようとか、そういうのはあんまり良くないところですね。あとは数値やデータなどをもとに論理的に基づいて判断すると、そういうようなものです。で、そういうような能力によって論理的思考の重視であるとか、こちらですね、感情的な対立を避けると、問題を客観視して解決の対応に集中する、論理的な説明や根拠に基づいて議論をすると、こういうようなものができるということです。あとですね、これ考察や分析を繰り返すの、これなんか大学の学生とかに関わるようなものなんですけども、全てですね、考察や分析を繰り返す能力ということで、問題解決に対する際に何度も情報を検討すると、大丈夫かなと、このデータはとかこの結果はとか、あるいはいろんな新たな見方やアプローチを獲得しようとすると、他の見方をする、他の手法を使うとか、そういうようなものですね。で、そうすることで継続して情報分析、あるいは得られた分析値を評価する、または自分とは違った新しい視点を模索考察するというようなことが、これらの能力になっています。で、こちら最後なんですけども、あとは精神力、忍耐力、集中力。精神力は複雑で困難な問題に対して熱意を持って解決に取り組むと。忍耐力は目的達成のために試行錯誤をいろいろ繰り返しながら努力を続ける。
集中力は外部の刺激、外からの刺激に左右されて、ゲームばっかりやったりとかテレビばっかり見たりとか、そうじゃなくて、いろんな刺激に左右されずに課題に没頭して取り組むと、そういうような、能力が重要になってくると。でそうすることによって、困難あるいは難しい問題へ取り組むこともできますし、集中力ということで、長期的な作業への適応もできますよということです。こういうような、子どもの理系能力なんですけども、ここではですね、実験教室に特に関わるような、ここでですね、理系能力、さっき言いました問題発見能力、または問題解決能力というようなことで、これらの能力が、特に、理科の実験、あるいは、私たちがやっていました実験教室の、ところに一番関わっているというふうに、考えています。算数の問題では理科の実験ですね、これに関わっているような、能力、問題発見能力、問題解決能力を養おうというようなことで、我々、私たちは実験教室をいくつかやってきました。で、今ですね、子どもさんがですね、理数系教科が好きかどうかというようなことで、これ小学生はですね、ちょっと若干算数とか理科好きなんですよね。だけども中学生だとちょっと下がってくると、理科とかがちょっと嫌いかなみたいな形になってくれてる、そういうような、調査結果が得られています。だからですね、やっぱ小学生からの実験の楽しさ、小学生の時の実験の楽しさに触れてもらう機会をやっぱり増やす必要があると。若干小学校が中学生に上がっていくと、年を取っていくと、なんとなく理科がちょっと嫌いになってきてるんじゃないかというようなことです。じゃあなんで理科が、嫌いになっちゃうのかなというようなことなんですけども、例えばこれ物が水に溶ける現象を調べる物の溶け方の学習、これ5年生の、問題なんですけれども、この物が水に溶ける量、これ何グラム溶けましたかということが、数学っていうか算数の問題が多いわけですね。算数がだから理科なのに算数の問題が出てくると。こちらもそうですね、何グラムの食塩が溶けましたか、食塩が水に溶けるように限りがありますか、こちらも何グラムの明板が溶けましたかと。理科なのにその算数の問題が入ってくると。そうなってくるとなんか計算問題なんだと、理科が。だからそれで若干ちょっと理科がちょっと嫌いかな、苦手かなっていうのが出てくるんですね。だからこういう形で計算が必要となるような問題が増えると、やっぱり理科嫌いが増える傾向にありますよということです。私もですね、試薬の、調整とかするときにめんどくさいなと、0. 何 ppm 作らなきゃいけないとか、何モーラー作らなきゃいけない、めんどくさいと思っちゃうわけですね。だから小学校の時にこういうような、ことになると理科が苦手かなというような、ことが起こってますね。じゃあ理科の探求心を育む方法ということで、先ほどいろんな先生方が言われてますけども、やっぱりこのような中で自然環境の中で遊び、植物や昆虫の生態を観察すると。私も小さい頃ですね、魚取り行ったりとか、虫取り行ったりとか、今のラボで内緒でクワガタ飼ってますけれども、あとは、教官室に、ベタ飼ったりとかですね、あとはヴァンパイアクラブと、淡水ガニを飼ってですね、自分でこう滝みたいなの作ってですね、飼育してる。あとはネオンテトラ飼ったりと、やはりそういう形でやっぱ植物とか昆虫、魚とかのですね、触れると、そういうような生態を観察するというようなことが重要ですね。あとは動物園、水族館、植物園などの施設で実物を見せると。家の中にとどまってなくて、やはり、自然環境もそうなんですけども、展示しているような動物、植物水族館、植物などに足を運んで、それでそういうものに触れる、実物を見るっていうのが非常に重要になってくる。でこちらもですね、科学館、プラネタリウムなどで科学を体験すると。プラネタリウムって苦手なんですよ。いつも、ちょっとぐーっと眠ってしまうんでちょっとあれなんですけども、こういうようなもので、星とかを見たりとかですね、あるいろんな科学館、後で出てきますルクルっていうような静岡県内にある、市内にあります、博物館ありますけども、そういうところに行ったりとかして、そういうのに触れると、体験する。あとはこの理科の実験を楽しみながら新しいことにチャレンジするというようなことで、
これまでいろんな実験をやってきたということは後で紹介したいと思います。で、この子どもの先ほど言った理系能力を上げるということは、やっぱり理科好きな子を育てなきゃいけないということに関わってくるわけですね。やっぱ幼児期から小学生で、ここで理科的な体験をたくさんさせるっていうことがやっぱり非常に重要になってくるわけですね。いろんな実験をさせると、小さい時から、小学校の時から。だけどもですね、先生に聞いたらですね、理科の指導は得意ですかというようなアンケートで、ちょっとやや苦手っていうのは 40% ぐらいいると。で、観察実験についての知識、技能はありますか、やや苦手がちょっと 50% 超えるくらいいるということで、やっぱりその理科の指導を、理科の先生とかね、いっぱいいるんですけども、ちょっと若干苦手な先生がやっぱ多いというようなところが、調査結果で分かっています。だから、やっぱ幼児か小学生に理科的な体験をさせるということで、やはり理科の先生たちにですね、こういうような形で観察とか実験とかで知識を持ってもらうというようなことが非常に重要じゃないかというふうに言えると思います。だから子どもたちに興味を持って教える実験教室というようなものが、特に重要になってくるということで、今からですね、いくつかですね、私がやってきた実験教室、どういうものをやってきたかと、でそういうものからですね、どういうことが分かったかということを紹介したいと思います。これがこれまでに行った小学生に対しての実験教室です。いろんなことやってきました。例えば、ブドウジュースの色はなぜ変わるのと。これは花粉の不思議、これは花粉感の話ですね。で、気体って不思議っていうのは、炭酸ガスを出して、消火器を作ろうと。そういうような実験やったりとか、あとはキッズラボって出てきます。これ食塩水で虹を作ろうと。いろんな食塩の濃度を変えた液体を作って、それに色をつけて、食塩水で虹を作ろう。これ毎年、焼津のディスカバリーパークってところでやってますけど、そういうような実験教室。で、これ最近ありました。知らなかったお茶の秘密。緑茶から紅茶を作ろうと。そういうような実験がありました。こちら同じテーマなんですけども、こういうような内容を、実験教室やってきまして、延べ1000人くらいの小学校あるいは幼稚園児に対して、実験を行ってきたということです。で、子どもの能力を引き出す実験教室の工夫ということで、今まで先ほど言いましたようにいろんな実験教室やってきましたけど、こういう点をやっぱ気をつけなきゃいけないんじゃないかということで、経験値を積んできて、改めてこういうことが分かったっていうことです。難しい漢字や言葉を使っても理解できません、子どもさんは。例えば高校1年生にですね、実験教室やったんですけども、希釈って問題、漢字が分からないんですよ。希釈何ですか？だから薄めるって言わなきゃいけないですね。そういう形でその年代に合った言葉を使わないと子どもたちは理解できない。あとこちらですね、中学生高校生の間に模試をすることだと理解できるのは全く違います。で、振り仮名を振るとかっていうのも重要になってくるんですよね、理科の実験教室っていうのは。だから小さい子どもを知っている言葉を使わないと、全く子どもさんは理解することはできないということです。あとは説明する時間を15分以内にしなきゃいけないということです。小学校とかは多分40分とか45分だと思います。そうだよね、1コマね。多分それだけしてもその中で講義をやってると、授業をやってると。だから1時間とか話しても全く子どもさんたちは、我慢することできない。15分説明したらすぐ実験をやると。でまた15分説明したら実験をやると。多分15分間でも我慢できない子もいます。もう目の前にあるものをガチャガチャ触ったりとか。だからもう最低15分以内、最高でも15分以内に説明をしないと、子どもさんたちは、我慢することはできません。あとはですね、身近に存在する食品や家庭なる身近な道具を使用すると。そういうものが重要です。子どもさんたちが知っているものを使わないとダメですよということです。あとでね、ブドウジュースを使う実験であるとか、お塩を使う実験、そういうような子どもさんたちが家で見て触ったりとか、そういうようなものを使ってやらないとわからないですね。だから興味関心を引きつけて
飽きさせないというようなことが実験教室にとっては非常に重要になってきています。あとはですね、こういうようなスライドありますけど、文字よりも絵や図を使って説明すると。文字よりもやっぱ絵とか図を使わないと子どもさんたちは分からないんですね。だからできるだけ絵とか図を使って色をつけたりとか、そういうようなものを使って説明する。あとはこれ特設な体験なんですが、驚きや発見を目で見て体験できるようなものにしなきゃいけない。特に色の変化とか大きいとか小さいとか、そういうものが非常に重要になってくると。見せて、これも違う感じで見せて考えるというようなことですね。視覚に入ってくるか、耳から入ってくるか、手で、肌で感じるか、匂いを感じるか、そうだ五感を使って学ぶというようなことで、これらのことが非常に重要になってきますよということです。あとはですね、実際にこれ私なんですけど、自身が実験台前に子どもたちの目線を考えて座ると。この前も、お茶の実験やったんですけども、子どもさんは背が低いので、極端な言い方したらこういう形で見ないと大人の目線からだと全く違います。例えばこのスライドを見せてこの前今日やったんですけども、子どもさんの目線からこのスライド見えるかどうか、誰か邪魔していないかどうか、あるいは座る位置もですね、こういうような形で座らせるとこっちは見えないわけですね。だから横向きにこう座らせて視覚に入るかどうかとか、必ず子どもたちの目線がどこに行くかっていうのを確認して、座ってもらうと、そういうようなことをしなきゃいけない。あと、子どもが不思議だなと感じたことを実験の中で解決していくと。何かこういうこと現象があった、こういうことが分かった、こういうことが起こりました、じゃあそれは何でかっていうのをそこの都度説明していく、解決していかないと不思議だなって思って終わってしまうので、やはりそういうのを解決していくと。だから子どもたちの目線であるとか、あるいはその状態であるとか考えて実験教室をやらないと響かないというか、逆に子どもたちがかわいそうなので、だからそういうようなことをやっていくっていうのが重要になってくる。それではですね、今までやってきた実験教室の一例について説明したいと思います。こちらはですね、焼津のディスカバリーパークでやった実験なんですけども、まず最初にですね、このブドウジュースの色はなぜ変わるのと。これはですね、2007年からですね、私が、助教だったんですかね、時にたまたまルクルっていう博物館に子供と行った時に、夏休みの実験教室誰か、協力してくれませんかというチラシをもらって、じゃあやろうかなと思ってそこから始めたわけですね。でブドウジュースの実験なんですけども、ブドウジュースにアントシアニンというこの色の色素ですね、紫の色素があると。でこれもともと今同じフロアにいる熊澤先生って先生が科学と生物というような雑誌があるんですけど、そこにブドウジュースの実験のところが出てまして、じゃあそれを参考にしようということで始めました。でブドウジュースにアントシアニンという色素が入っていて、これは、ブドウとかブルーベリー、カシスとかこういうものに入っている色素なんですけども、酸性条件下だと赤色が強くなって、アルカリ条件下だと、黄色っぽくなってきますよと。これを使ってじゃあブドウジュースにいろんなものを加えたら色が変わるかというような調べたのが実験。この、ブドウジュースの実験を始めたきっかけです。これがですね、私2015年10前ですかね、時で、このようなメンバー、最初ですね、この、木内先生はやってないんですけれども、前教育長の、6人で、始めた、実験なんですね。でこれが、これポスターを貼りまして、掲示物に、それでですね、こういうような卵のパックにブドウジュースを入れておいて、それでですね、ここに石鹸を入れてください、ジュースを入れてください、お酢を入れてください、化粧水、洗剤とかで、サンポール、これサンポールが一番ちょっとあれです、酸性のものがなくてですね、でサンポール入れてくださいというような形で、ここに、実験、これを入れたときに
これ色が変わるんですけれども、こういうような形で色が変わったよと子どもたちに見せたっていうような実験です。でこれが当時の実験の机とかで準備した、様子ですけども、で何滴入れるかはもう分かりづらいと。だからこの卵のパックにブドウジュース入れてるんですけども、これ何滴こう入れなさいってもうここに書いておいて、子どもたちが、幼稚園児でも分かるように、でこれで何滴入れてねっていう形で、入れてもらったんですね。でじゃあ入れるのがいいけど混ぜなきゃいけないと。パックこう混ぜるのはできないので、こうスプーンをこう全部こう準備して、これで混ぜてねと、くるくるくるって混ぜてくださいねって言ってやった。でこれスポイトってスポイト実は使ってなくて、スポイトだとボタ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 って入れちゃうので、だからこういうような化粧水入れてるような瓶を使ってポタポタポタっていう形で分かるように加えてもらったと。でもちろん予備実験をやると。先生たちの中で予備実験やりますよ。でこういう形で子どもたちがこう来て、これ私ですけども来てくれて、でさっき言ったように目線、これちょっと私こっち側なんで目線なんですけども、目線をこうやっぱり子どもたちの目線でやらないと子どもたちの感覚がわからないので、ブドウジュースを入れていった時にどうなりましたかというような実験をしました。で最後ですね、この辺で終わっちゃうと面白くないんで、これ混ぜるんですよ。すべてこれこっちは上下にして、そうするとまたこれでまた色が変わると。で時間が空いてるって待ってる子がこういますけど、待ってなくて一人しかいない時にはもう一回加えようと、またサンポール入れようねみたいな、でそこにまた重曹加えようねみたいな、でそういうような形でちょっと余分なことをやりながらですね、ちょっと分かってもらおうということで、このようなブドウジュースの実験っていうのをまず最初に、やり始めたっていうのは今回の実験教室のきっかけです。でこの食塩水で虹を作ろうっていうのは2011年から今でもやってます。ずっとだから14、15年やってるような実験教室です。これはですね、じゃがいもと食塩水を使って密度っていう、この難しいですよね、密度、その概念を体験してもらおうということで始めたのが、この食塩水で虹を作ろうというような実験です。で密度の異なる色付きのこの食塩水をですね作って、一番下が後で出てきます飽和食塩水、飽和食塩水に黄色の絵の具を入れて、一番上の緑はただの真水ですね。これで食塩の濃度を変えていくとこういう形で、うまくやれば混ざらないで分かるんですね。虹なんで7色必要なんですけど、これ実は5色しかなくてですね、一応虹ということにしてます。で密度の異なる色付き食塩水、食塩濃度の異なる色付きの食塩水を使って試験管に虹を作るというような実験を今でもやっています。こういう形でですね、この色付きの、絵の具を色付きの食塩水、濃度が違う食塩水を用意して、子どもたちにこう実験をやってもらうと。でこれじゃがいものあれ出てますけども、実はじゃがいもの密度は飽和食塩水よりも、小さくて普通の水よりも重いと。だからここでちょうど中間にこう来るんですね、じゃがいもは。だからこのような形でこういうのを見せながらですね、実験もやってました。でこれがですね、参加した子どもたちに、分けるその資料なんですけども、例えば最初に飽和食塩水と水何が違うかなっていうのを説明して、それで測ってみようと、天秤で飽和食塩水が重いので飽和食塩水が重いよって形でこう大体数値を書いてもらうと、そういう実験をやっていきますよと。でずっと流れながら、さっきも言ったように15分説明して実験、15分して説明っていう形で15分説明して実験という流れでやってましたということです。でこれとあとこちらですね、密度の概念が分かるようにこちらも、分けてですね、密度が、食塩の数が多いと密度が大きいですよ、食塩の数が少ないと密度が小さいですよというようなことで、細かい話をしないんですけども、こういうような流れで密度の、一応学んでもらうというような実験をしてました。これがですね、実際にこの
虹を作っている操作なんですけども、これはですねテクニックがいるんですね。ポタポタポタってやると混ざっちゃうんですよ。でここの液面にもう若干触れるかのようにこう入れていくと。でうまくやるとこういう形で完全に分かれると。ちょっと分かれてないんですけども、こういう形で、虹を作っていきますよと。さっき持ってこようと思ったんですけども時間なくなっちゃってですねあれだったんですけど、こういう形で虹を作る実験をしたということです。でこれが実際にですね、子どもたちにやってもらっているようなところですね。でやっぱスーパーウィットって難しいんですよ、適化するっていうのが。だから最初に練習させて、ある程度最初2色でやるんですね。2色でやる。セクエンスの濃度がかなり離れているやつでやると完全に分かるので、1回練習させて本番ですよと。いやこれ自分たちが作ったんですね、この子たちがね。うまく作ってます。だからうまい子はすごいうまくてですね、私よりもうまいとかっていうのもいるんですよ。やっぱりその興味があると、やっぱり食塩水をしっかり虹を作ろうっていうことで一生懸命やるんですね。で時々ですね、もうちっちゃい子、幼稚園児でもいるんですよと、お兄さんの隣にいると。でその子たちもやらせます。やってみようかって形で、その形でちっちゃくてもねこういう形でみんな一生懸命こうやってくれてたので、今でもですね、大体1回20人くらい5年後でやってるんですけども、実験教室を、今でもやっています。この食塩水の実験ですね。で毎回アンケート取ってるんですよ、この食塩水の実験だとは。でこういう形で回答を まとめてますけど、毎年ほぼ 100% の児童が実験が楽しかったと。これ楽しくなかったって言われたらちょっとへこんじゃうんですけども楽しかったというようなアンケートがあります。あとは密度を変えるだけで虹を作ることができる様子に、家でも作ってみたいと。友達も教えてあげて一緒に虹を作りたいと。これいつもマニュアルって渡してるんですよ。家でもできるように家で作ってねという形で、こういうような形で感想も見られたと。あと自由記述欄に説明だけで分かれない現象と密度とかの話なんですけども、体験することによって分かりましたと、そういうような感想が見られました。で中身が分かんなかった、難しかったけど最後に虹ができて嬉しかったと。最終的に結果論としては本当は密度とか学んでほしいんですけど、難しい話なので、だけども虹ができて嬉しかったというようなことでしたら、我々としてはやっぱり良かったなと。で満足感を覚えるよという児童が特に低学年に多いですね。低学年、色が変化したとか虹ができたというような目で見て分かるようなことなので、低学年に多かったというようなことが、アンケート結果分かりました。で実はですね、この物が水に溶ける時の現象を調べるこの物の溶け方っていうのはこの学習は5年生で習う内容なんですね。小学校の5年生で、平成元年に改定された学生指導要領理科編ではこの密度を考える学習が削除されていると。実は密度っていうのはもう教えていないと、濃さと重さっていうのは。で子どもたちは実験教室で密度について理解できましたかというようなことで、これもアンケートで聞いてるんですね。これ実際の、鉛筆で書いてくれた内容なんですけども、物には密度があり、密度が大きければ沈み、小さければ浮くことが分かりましたと。飽和食塩水密度によって大きい方が下に行き、小さい方が上に行くのが初めて知りました。塩がいっぱいあると重くよく沈むけど、塩が入った普通の水はほとんど飽和が入っていない、ここはちょっと飽和が入っていないから上に行くのが分かった。密度や飽和などの言葉の意味が分かったし、虹を作れてとても楽しかったと。今日はいろいろな実験をして、それに密度ということも覚えて楽しかったです。物には密度があると思い密度があると重いということを知って面白かった。楽しくできて虹の作り方や密度の意味や食塩水の見分け方が分かった。虹を作るには密度が大きい順にしないといけないことが分かりましたと。気を使ってくれたかもしれないんですけども、
なのですが、少なくとも体験を通じて密度っていう言葉だけでも意味が分からなくても将来密度っていう言葉がどこか出てくるかもしれないと。だけど密度っていうことについて興味関心を持ってもらえたっていうのが非常に良かったのかなということです。なのですからやはり何かしらその言葉だけでも教えてそれが実験教室で知れるっていうことでいいあったかいがあったのかなというふうに私は思っております。あとですね、いろんな実験をしてきたのでちょっと簡単に説明します。これ紅茶の作り方ですね。子ども体験セミナー、これ本当に先月やってきたですね。これ緑茶にですね、このリンゴの芯とかを入れると、ここに酸化酵素ってやつが入ってますよと。要は酸化する酵素、それをですね入れておくとですね、これ活変化するんですね。これ大体10分か15分くらい置いておくと緑茶がリンゴの色って言われても困るんですけど、こういう形で活変化すると、茶色くなってきますよと。でカテキンがこういうテアフラミンという物質に変わりますよっていうのを、これを、理科の、この前の、お茶の、実験教室で伊東園の博物館に行ってきたんですけども、新橋にあるそこでやってもらった実験です。これも家でできますよね。これペットボトルダメなんですよ。実はペットボトルはビタミン C が入ってるかどうかわかんないですけど、これ普通の煎じたお茶じゃないとこれあんまりうまくいかなかったですね。実際やってみたら煎じたお茶でやったらこういう形で活変化しました。でこれがですね、当時、その時の様子ですね。でこのちっちゃい子もいたんですよ。こういうようなちっちゃい子も小学生以下のこの子はね、一生懸命やるんですよ。こういう形でこれはですね、イソジンはビタミン C を加えると色が消えるんですね。だからイソジンの液に例えばお茶を加えていくと色が消えていくと。そうするとビタミン C 含量が分かるってもう一つ実験やったんですけど、この子は一生懸命ですね、イソジンでお茶を加えて色が消えるかねっていう形でやってもらったので、ちょっといい写真だったのでちょっと載させてもらいました。あとですね、これ受粉した後はどうやって種子ができるのと、いわばルクルサイエンスフェスティバルというところでやった実験ですね。これ1個じゃないですね。花粉管の身長に適した植物の探索ということで、これも理科の実験でやるような花粉管の身長の実験を大体ホウセンカでやってるんですよ。大体今ホウセンカの花粉を使ってやるんですけども、ホウセンカ手に入らない場合があると、時期もありますし、だから違う花で花粉管の身長ができるかっていうのをちょっと調べたんですけども、こういう形で花粉がここに管が伸びてくるわけですね。これ寒天とかにつけると。でこれ茶の木が一番良かったですね。ホウセンカ以内ではこの茶の木を使うと、例えばこれ培地っていうか寒天なんですけど 15% 初糖を入れてもあんまり伸びてこないと。若干花粉管が伸びてきますけども、実はエタノールを加えるとこんなに伸びてくるんですね、花粉管が。こういう形でそれを使えば、これ15分でやるなので、例えば実験教室でもすぐに伸びてくると。1分でもちょっと出てきますし、15分って言ったらもう子どもさん待てないかもしれないですけども、だんだん伸びてくるので、こういう形で花粉管を使って、要は生物ですね、理科の科学的な数じゃなくて生物に関するような実験もやってきました。これ実験島村助教がやってくれたんですけども、うちの部屋の大体40種類の花粉をですね、同じような実験を見て、で茶の木が大体いいのかなっていうことで、実はこれ花粉はですね、時期によって取れないんですけども、冷凍保存ができたのも分かりました。だから花粉を取っといて冷凍庫にしまっておけばこの実験はできるというようなことも分かったので、でもそういうのもですね、これは法文にしたんですけども、受理されまして、これ花粉科の実験のデータとしてまとめています。あとですね、わさびの高カビ効果ですね。これは息子がですね、小学校の自由課題で何かやんなきゃいけないということで、じゃあわさびの高カビ効果を見ようと。これ持ってるんですけど、今ここに実は目の前に2010年くらいからのこれパンなんですけども、わさびが入れると全くカビが生えてないと。15年間このような状態かということで、これですね、これわさび、練りわさびをですね、
ここの缶ちょっと横になってますけども、瓶のガラス瓶に入れて部屋にそのまま置いておいたパンとわさびと一緒に入れたパンでカビが入るかどうか見たら全くカビが入らなかったと。でこれ実際に持ってきましたね。いまだに生えないんですけど菌がないんで、だからこういうようなもので実験というかですね、やった自由課題ということでこういうのの実験もやったということです。これで他の唐辛子とかでもですね、わさびはやっぱりこう効いたというようなことで、こういうのを見た目で分かるような、実験ですよね。だから非常にやっぱりこう見た目で分かる、感じて分かるというのが非常に重要だということです。でいろんな実験指導、研究教室やってきたんですけども、子どもの能力ということで自分の興味を持った内容についてやっぱ自分自身試行錯誤していろいろ試そうとする能力というのがあったということです。さっき食塩水の実験あったんですけれども、ある子がですね、じゃあ逆にしたらどうですかと、緑の真水から重いのを入れてったらどうなるんですか、やったことなかったですよ私たちも。そうしたらですね、真水がこう浮いてくるんですね、結構分離して。そういうような実験試そうかなというようなことでやっぱりいろいろ試行錯誤してた。だから興味を持つと自分で手技もうまくなる。さっきも言ったようにスポイトっていうのが非常にうまくなったりとか、あるいは我々でも思いつかないような逆に入れてみようとか、そういうような大人目でも思いつくようなことをすることもありますよと。だから、小さい子っていうのは興味を持ったことに対しては限りない非常に大きな能力を発揮すると。虹をきれいに作るであるとか違う発想をすると、そういうようなことを私は、学んだというか、見てきたということですね。やっぱり子どもたちの興味はとても大切ですということです。だから、常日頃からですね、子どもたちのことをしっかり見つめて思わぬ能力を発揮する場合があるということです。であとですね、いろんなこの子どもたちのことを、実験教室として見てきて、子どもたちこうなんだああなんだっていうのを学んできましたけども、これは私自身のことかもしれないですけど、大学のラボを運営している上でじゃあこういうのをちょっと工夫しようかなとか、大学生に対しての指導であるとかですね。だから逆に子どもたちから実験教室を通して私はいろんなことを学ばせてもらったのかなというように今は思っています。今回の話なかったらちょっともしかしたらそういう学びは自分自身なかったかもしれないですけども、今回伊勢間先生に講師をやってほしいということで言われてですね、今回まとめてやっぱりですね、自分も成長したし、いろんな意味で、子どもの理科教育というものに、ずっとやってきまして貢献できたのかなというふうに思っております。ちょっと早足だったんですけども、これで終わります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。今時間がないんですが、ご質問ございませんでしょうか。それではないと言いながら私からします。先ほど熊田先生の論文ですかね、科学と生物見て、いろいろ自分で導入されたようなんですけど、いっぱいいろいろやってられますよね。これは自分でこうやってみようというのを組み立てられたんでしょうか。誰かやってるのをそのまま持ってきたというのじゃなさそうなんですけど。ですね、参考にしたっていうのはあります。他の先生たちにやってるとか、だけど例えば食塩水のやつとかはパーセントをちょっと若干変えて7色挑もうと思ったんですけど、やっぱ7色が無理で、っていう形で試行錯誤して、あとは花粉管のやつもそうですけれども、あれもエタノール加えたらどうかとかっていうのはやっぱ自分たちで試行錯誤したりとか、やっぱり参考にしてるのはやっぱあるんですけども、それを自分たちで工夫してより良いものにしてって言ってるのがやっぱ
なんか真似はしてるんですけども、独自の工夫はしてるのかなとは思ってますけど、はい。食品衛生学の教授でいらっしゃる方がいつの間にこのことばっかりしてたんだとちょっと思ってしまったので失礼なお尋ねしました。それじゃあ、本当にありがとうございました。実は一つ、オンラインで入っておりまして、小栗先生ですね、ちょっと感想を一つご紹介しておきます。たくさんの子どもたちに経験してもらいたい実験が多く、各学校で理科の先生がやってくれたらいいなと思いました。それじゃあ、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。